これでわかるバッカス。ギリシャ神話に登場するワインと酩酊の神。ギリシャ神話ではデュオニュソス、ローマ神話ではバッカスと呼ばれます。この動画では聞きなじみのあるバッカスの方で呼びます。熱狂的な信者を作り出し、バッカス祭というトランス状態での儀式を行ったある種カルト教のカリスマ教祖のようなバッカス。さて、どんな神でどんなことが行われていたのでしょう。バッカスは誕生の仕方から波乱万丈でした。まず、浮気者で有名な最高神ゼウスがセメレーという愛人を持ちます。それに嫉妬したゼウスの妻ヘラによってセメレーははめられ焼け死んでしまいました。その時、セメレーのお腹の中にいた子がバッカス。ゼウスはその子だけをこっそり助けました。そしてゼウスはその子をセメレーの姉イーノーに託します。ヘラに気づかれないように女装をさせて育てさせました。ですが、そんなことで騙されるようなヘラではありません。それに気づいたヘラは、この私をなめおってとその子を育てている家族に狂気を吹き込みます。その後、家族同士で殺し合うことに。ゼウスが今度はその子をニュサという遠い国へこっそり運び、その地の妊婦たちに育てさせます。そこでバッカスはブドウの栽培を学び、そこからブドウ酒を作る方法を発明してワインの神になりました。またもやヘラに知られます。そして今度はバッカスも発狂するようになり、狂いながらさまよいます。さまよっているうちにキュベレという女神に出会い、発狂するのを治してもらいました。ただそこで新たに大変な発見をしてしまいます。そこでは祭りが行われていました。虚勢した男性たちが荒々しい野生的な音楽の中を踊り叫び、女神への崇拝を示していました。バッカスはそこに独自の工夫を加えて自分なりの祭りを考案しました。バッカスの信者はみんな女性で笛や太鼓を激しく鳴らし、興奮して陶酔しながら踊り狂います。そして辺りにいる人や獣を手当たり次第素手で捕まえ、八つ裂きにして生でその肉を食べました。バッカスはその信仰と祭りを各地に広めようとします。まずアジアから。バッカスの信者たちと遠征に出発。それにつられ、精霊のシレノスやサチュロスなどがついていきます。彼らは信者たちに浴場していたのと、大好きなお酒を飲んでいられる遠征なので、喜んでついていきました。アジアで成功した後、バッカスの生まれ故郷のテーバイに行きました。テーバイの女性たちもたちまちバッコスの祭りに惹かれ、信者となります。その中にテーバイの王ペンテウスの母、アガベもいました。ペンテウスは怒りを覚えます。なんて汚らわしい。そして噂に聞くみだらな祭りを何とかやめさせようとその地に足を運びます。潔癖なペンテウスはその噂に嫌悪感を抱いていましたはずなんですが、そこにバッコスがにこやかに登場。王様は山の中にいる女たちの様子をご覧になりたくはありませんかと聞きます。そう言われるとペンテウスはだんだんそのみだらな行為にふけっている女性たちの様子を近くから眺めてみたくなってしまいました。バッカスが案内します。そしてペンテウスを信者たちの近くに連れて行ったところで、信者たちに合図を出し、ペンテウスを襲わせました。真っ先に自分を捕まえて八つ裂きにしようとしていたのが彼の母、アガウェでした。母上、僕ですよ、ペンテウスですよ、というも、すっかり狂わされていたアガベは自分の息子だということがわからず、彼をズタズタに引き裂いてしまいました。こうしてバッカスは熱狂的な信者をどんどん増やし、世界中に自分の神聖を認めさせていきました。こちらの絵をご覧ください。ミケランジェロ・メディージ・ダ・カラバッチョ作バッカス。カラバッチョの最初のパトロンとなったフランチェスコ・マリア・デルモンテ枢機卿の依頼で描かれたものです。ぶどうの実と葉で作られた冠はバッカスのアトリビュートです。カゴの中にはみずみずしい新鮮な果物と熟しすぎている果物があります。生命力と死を感じさせます。
バッカスのモデルはカラバッチョの弟子であり恋人であったマリオ・ミンニーティであるという説と、カラバッチョ自身を描いた自画像だという説と両方あります。なんだか色っぽいですね。気だるくワインをこちらに差し出し誘っているかのよう。しっとりとした雰囲気で安心させ近づき、しまいには荒々しくみだらに狂いながら陶酔する信者を作ってしまうのだから、間違いなくカリスマ的な何かがあったのでしょう。きっとみんなお酒とバッカスの魅力と両方に酔わされてしまったんですね。では最後にバッカスに関係する他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。